はい、皆さん、こんにちは。お久しぶりです。吉立京之介です。本日もご視聴ありがとうございます。皆さんからたくさんお便り届いております。久しぶりになってしまって本当にごめんなさい。バッチリ答えていきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。Hi guys, thank you for watching. Long time no see. はい、それでは、最初のお便りいきたいと思います。今日はパソコンから、やっていきたいと思います。ロンシルさん、今後も AHS とのコラボレーションはありますか？深い声で新しいいろはを楽しみにしてます。I hope to see new いろは with your deep voice。 ありがとうございます。これはLGBTQ ではなくて、僕がボーカロイドの猫村いろはちゃんの声を、担当しているということでいただいたお便りでございますが、今のところ、特にコラボレーションの予定はないんですけれども、みんなが HS さんに新しい京之介の声の猫村いろはが欲しいと、メールとかお問い合わせをしたら、もしかしたらなるかもしれない。僕もなったら嬉しい。なのでぜひ HS さんの方にお問い合わせしてみてください。よろしくお願いしますね。僕もね、なんかいろはちゃんもともとすごく声がこう、なんだろう、深い低い声も出るし、もちろん高い声も出るし、すごいいい声のボーカロイドなんで、それにねプラスで今の僕の声が加わるってなったら、すごいかっこいいキャラにねまた進化するんじゃないかなと思うのでね、そんなことあったらとても嬉しいなと思います。お便りありがとうございました。すごい嬉しい。こういうお便りもめちゃくちゃ嬉しいです。じゃあ次行きましょう。アドリアンさんでいいのかな。アドリアンさんからです。I am a fan from the United States.I have been a fan ever since I listened to なんだこれ、なんて読むんだろう。ちょっと待って、読まして、僕に読まして読まして。L はは知ったとかね。ちょっと待ってよ、これなんて発音するんだろう。learn it かな。learn it you where 猫村いろ has voice provider when I read it about you something resonated in my heart.I am also transmasculine. It is hard to find medical and familiar support for my transition. Even though I've been out for more than 7 years, but it's comforting to hear you speak about your experience. Thank you with love. Thank you very much. 私はアメリカのファンです。アメリカからありがとうございます。あなたが猫村いろはの声優だと知ってからずっとファン。ありがとう。めっちゃ嬉しい。めっちゃありがとう私があなたのことを知った時、何かが私の心に響き渡った。何か胸を打つ何かこうあったんですねって僕がなんかいいことを言ったんだろうね、きっと。で、私もトランスマスキュリンってことはトランスジェンダーのメンズってことかなです。私の意向のための医学的および家庭的支援を見つけるのは難しい。私は7年以上外出しているっていう翻訳になっちゃうんだけど、これ多分家を出てるってことなのかな。でしかしあなたがあなたの経験について話すのを聞いて安心しています。愛を込めてありがとうということで、
っぱねこう分かり合うっていうのはまだねとても難しいことだけど、やっぱね親御さんにこう知ってもらって分かってもらうっていうのが一番ねやっぱり嬉しいし、かつそれは難しいことなんで、僕もねいろいろ考えるところはありますけど、必ずしも親に認められなきゃいけないとか誰かに認められなきゃいけないってことはないので、自分の心がなんていうの豊かというか心がすごくこう落ち着く場所で過ごすっていうことはすごくいいことだと思うので、全然もうそのまま自分でいられる場所で生活するのがとてもいいと思います。いいんじゃないかな。いろはの声やってるって聞いてファンになってくれたのがめっちゃ嬉しい。そういう人結構いるのかな、どうなんだろう。僕ねずっと言っちゃダメって言われてきてたので、そうなのでね、なんかこういう風に誰なんだろうってなった後に、僕でしたみたいなのでね、こうあの人だったんだすげえファンになろうってファンになってくれたのは本当にねめちゃくそ嬉しいです。ありがとうございます。また何かありましたらぜひお便りください。ありがとうございます。さあ続いてのお便りをいきましょう。 K さん、こんにちは。日本語まだまだですみません。いえいえとんでもない。僕も LGBT 過去 X ジェンダーと男性なるほどです。僕の質問はこれです。京之介さんは性別について家族とどう話ができたのですか？僕の両親と親族にどう説明するのがいいか分かりません。怖いですねということなんだけど、まあ選択肢として話さないっていうことと話したい、もうなんか受け入れられるか拒絶されるかわからないけど話しておきたい、知っておいてもらいたいって、この2択しかないってのはめちゃくちゃ辛いよねなんでこう絶対ハッピーになれるルートっていうのが確立されてないんだろうね、この LGBTQ って。いやまだまだなんだなって本当思うんだけど、言える時が必ず来るだろうと僕は思ってるんですけど、まだなんか言うべき時じゃないのかなって自分で思ってるのであれば、もちろんそれでいいと思うし、言わなきゃいけないっていう法律もないし、誰もそれはね強制することではないから、強制させられないからそれはもうほんと自分の好き好きでいいと思うんだけど、やっぱどうしても言いたいってなったらやっぱりそこは勇気を振り絞って言うしかないんだろうなってのは思うんですけど、案外ねいやごめん知ってたよって言われるとか、僕の場合はそうだったんですけど知ってたよみたいな感じだったんですけど、そういうね結末もあるし、まあ多くの人がやっぱり拒絶されちゃうっていうのがまだまだ現実的なところでもってあるから、そこはねちょっと僕からはいや勇気出して言った方がいいよなんてことはもう絶対言えないので、そこはねこう自分の心とぜひちょっと向き合って自分のタイミングで自分の言葉で言うのがいいんじゃないかなと思ってます。本当に僕は応援しておりますので、もちろん言わないっていう選択肢もそれは一つの勇気です。なのであまり思い悩まずに、はい、楽しく日々を過ごしていただきたいなと思います。本当健やかでいるのが一番だと思うので、それでも勇気を振り絞ってどうなってもいいから僕は言うってなったらもうそれはそれで僕だってもちろん応援するので頑張ってください。それではまたお便りお待ちしております。ありがとうございます。では次行きましょう。ちょっと待って、美味しい炭酸水のめっちゃシュワシュワする。めっちゃシュワシュワする。次行きましょう。ノアさん、僕もトランスジェンダー男子です。おそらいイエイ外国の人です。ありがとうございます。家族や友達は、知りませんと。自分のセクシャリティを知りません。
毎日は難しいけど頑張って生きています。いいね、頑張って生きようね、一緒にホルモン療法は、顔を変えますか？してみたいけどちょっと怖いです。本当に、僕の顔が、今の自分の顔が好きになってしまったら変えたくないです、でも深い声や低い声が欲しいです。どんなアドバイスでもいいです。いいです。よろしくお願いします。カミングアウトおめでとうございますということでお便りいただきました。ありがとうございます、なわくん。ホルモン治療は僕ねこれね1年やってるんですけど、なんかいいのあるかな。僕はね1年やったんだけどあんま変わんなかったんだよねいや多分写真をね見比べたらそれはねもちろん変わってるとは思うんだけど、ちょっと待ってね、今ねちょっと iPad で今ちょっと探すね。いやーどうかな。まあでもね変わる人はもちろんいるし、1年2年と打っていけばどんどんねやっぱりホルモンの関係でこう骨がなんていうの、骨かわかんない、こう筋肉がね、顔にもやっぱ筋肉がついたりもするから、そういうことがねあったりするとやっぱり顔は変わっちゃうと思うんですよ。なんだけどどうかなちょっと待ってね、どれがいいかな。まあいっか。まあとりあえずね猫村いろはのソフトの中に入ってる写真がこれなんですけど、これはね僕ホルモンやってないんですよ。顔面なんだろうね、あんま変わってないのかな。これもねホルモンやってないんですけど、あんま変わってない。なんか今の方が可愛い。やだ、そうなもうなんだよなんだろうね。あと何かな。まあこれはちょっとあれかな、かわいいわかんないけど、僕はあんま変わらなかったっていう、変わらないっていうタイプなのかもしれないんだけど、でもこの写真見たらちょっと変わったかな。やっぱりこのね千本桜のイベントに出た時の顔なんだけど、これ見るとやっぱちょっと可愛いね。これ見るとちょっと可愛いね。ちょっと変わる、少しはやっぱ変わるのかな。であとは弟とかお兄ちゃんとかがいる方は、そのねお兄ちゃんだったり弟だったりをちょっとよく観察してもらうといいらしいんだけど、やっぱねその自分たちのその体の中にある遺伝子がどう作用するのかっていうのは、そのお兄ちゃんとか弟とかを見てると分かりやすいらしいんですよ。っていうのもその声変わりの速度だったりとか、あと声変わりする年齢とか背が伸びるタイミングとかってやっぱねどうしてもね似るらしいので、そこはねもしそのノア君にその兄弟がいる場合ちょっとね見てもらうと、なんかすごく顔変わったな、弟とかお兄ちゃんとかあったら結構自分も変わると思ってください。であんまり変わんないなって思ったらそうなんだと思います。だから例えば1年だけ半年だけやってみてこう様子見てやめるとか、1年やってみてやめるとか、いろいろ選択肢はあるんですよ、ホルモン治療って。わかんない、僕が特別なのかなわかんないですけど、そんなことないか。やめたいタイミングでやめちゃって全然いいんですよ。なのでちょっとね様子見ながらもしホルモンやるんであれば、自分の体と相談しつつ、見た目と相談しつつ、このぐらいのかっこよさでいいかなとか、このぐらいの声でいいかなとかいうのをちょっとこう自分で日々見極めながらやっていったらよろしいんじゃないかなと思っております。僕ねもうね1年なんだけど、全然なんかもうこれで止まっちゃったっぽい
わかんないんだよね。だからね、ほんとね、その人それぞれでね、やっぱあるんだけど、お父さんとか、あとお兄ちゃん、弟だったりとかをやっぱ見るといい。だからそのホルモン治療をした時に、髪の毛が薄くなっちゃう人とかは、やっぱお父さんがちょっと髪の毛が薄かったりとか、あとはちょっとこう太りやすい体質だったりするのは、やっぱこうお父さんとか弟、お兄ちゃん見るっていうのはすごくね、いいことらしいですよ。だからおじいちゃんもすごい80歳とかなのにすごい髪の毛がすごいいっぱいあるっていう人はやっぱ薄くなりにくいとかっていうのがあるらしいので、いや面白いよね。ほんと生命の神秘だと思うんですけど、ぜひねそこはちょっとチェックしながらうまくホルモン治療と付き合ってみたらいいんじゃないかなと僕は思います。はい、なのでそんな感じかな。そうなんだよね、顔まあでもね、だんだんそんなね急にねバンって変わらないから、顔は徐々にこうグッとねこうかっこよくなっていくっていうところがあるから、それをねこう徐々にこう見ていって、あ、このぐらいっていうのはねやっぱねいいと思います。はい、なので、ノアくんもうまくホルモン治療と付き合って楽しい、毎日を過ごしていただけたらなと思います。質問ありがとうございました。また何かあったら、お便りください。では次に行きましょう。あやかさんからいただきました。うちの弟もトランスジェンダーの男の子で、どうやって頼りにしてもいいどうやって頼りにしてもいいと今悩んでます。なるほどね。自分の弟さんがトランスジェンダーの男の子で、彼に対して、弟さんに対してなんか悩みがあったら相談してほしいっていうことを言いたいんだけど、どう伝えればいいのかっていうことらしいんですよね。で、この彩香さんはビアンの方らしいんですよね。レズビアンの方らしいんですけど、最近仲良くなってると思うって言ってるんで、前はちょっと仲が悪かったのかな。そっか。まあ仲が悪かったらまず仲直りをしてもらってで、まあ自分のそのセクシャリティの話からするのがいいのかな。もしねその弟くんがその彩香さんのセクシャリティも知った上でそんな仲が悪いってなったら、なんだろう、共通の趣味を見つけるとか。僕はね弟も妹もいるんですけど、2人とも仲がいいんで、なんだろう、まあでも共通の趣味はあるかな、兄弟の中で。オタクなのでアニメの話したり、ゲーム一緒にやったり、あとは映画一緒に見に行ったりもするし、買い物も一緒に行きます。服買いに行くとかもあるし、まああとみんなお酒飲むので、じゃ飲み行こうよって、最近はねできないけど飲み行こうよって言って3人で兄弟飲みっていうのがたまに開催されてたんですけど、そうだね、まずはその共通の、まあでもセクシャリティでまず共通のね認識があるからな。そうか。僕はだけど、例えばなんか悩み聞かせてほしいなってなった時は、まず自分の悩みを相手に相談するかな。僕なんかこういうことでちょっと今悩んでるんだけどどう思うみたいな。そうなってこうなんか相手がなんか言ってくれたりするじゃないですか。アドバイスしてくれるとして、ありがとうみたいな、すごいなんかためになったっていうかな、すごい楽になったよ、ありがとう、代わりになんかお礼にじゃないけどなんか悩みないとかダメ僕結構そういうの言うかな。聞いてもらってばっかりじゃ悪いからさみたいな、なんか悩みあったら言ってよみたいな感じで、そんななんか深刻に悩んでないみたいな風に言うと、いや悩んでないしみたいになっちゃうから、それよりかはなんかあったら言ってねみたいな、多分わかると思うからその悩みみたいな風に結構ねこう軽く
話しかければいいんじゃないかな。まあ言うてやっぱ兄弟なんで、よっぽど仲が悪い兄弟じゃなければ、話し合いとかコミュニケーションはね簡単にできるんじゃないかななんて僕は思っちゃうんですけどね。どうだろう。まあ、ぜひねちょっと今の僕のそのやり方でもし実践してみてバッチリだったらぜひまたお便りください。頑張ってお便りありがとうございました。また何かあったらぜひお寄せください。ありがとうございます。はい、皆さん本日もご視聴いただきましてありがとうございました。何か皆さんの、ためになる、もしくは気持ちが軽くなったりとか、悩まなくてもよかったんだって思ってもらえたらすごく嬉しいです。引き続きお便り募集しております。ちょっとね、動画にできない期間もあったりしてお待たせしちゃうこともあるかもしれないんですけれども、必ず、お悩みに、答えていきたいなと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Hi guys, thank you for watching. Don't forget to like the video. Please subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.